はい、皆さんこんにちは、あつしです。今日は日本の介護業界について紹介したいと思います。横にいるのは私の友達のカズさんです。カズさんは今日本の介護業界で働いてます。ちょっといろいろ話を聞きたいと思います。カズさん、よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。カズさんはどんな仕事をしてるんですか、大体。介護の、事業の計画を考えたり、はい、あとは人を採用したりと、そういった幅広い業務を行っています。人事とか外国人の人をちょっと採用したり、日本人の介護士を採用したりっていう仕事ですね。そうですね。わかりました。じゃあちょっといろいろ質問をしていきたいと思います。はい、じゃあ最初にまずちょっと日本の介護業界、介護士ってどうですか？少ないですか？多いですか？非常に今日本の介護士は少なくなっていて、人材不足な状況ですね。そうなんですね。それで今どういうふうに介護業界っていうのは動いてるんですか？やっぱりもう日本人の介護士さんも、採用を進めてるんですけど、いろんな国の方にも働いていただけるような環境を整備しているっていう形ですかね。ちょっと少ないから少し外国の方に、日本の介護業界に来てもらって一緒に働いてもらっているっていう状況ですね。そうですね。外国人介護士の仕事ってどんな仕事をするんですか？基本的には日本人の介護士さんと、仕事の内容っていうのは変わらないですね。利用者、施設の利用者様の、介護と、あとは記録。記録、そうなんですね。なんか申し送りとかそういうのも書くんですか？申し送りも書いたりしますね。紙ですか？今パソコンで？基本的には今、ちょっと会社にもよると思うんですけど、今は基本的にはやっぱり紙は極力なくそうとしてるので、電子カルテが多いかな。なるほど。電子カルテでなんかチェックつけたり、ちょっとメモしたりっていうところですね。じゃあ皆さん、書くことも大切ですけど、パソコンで打つ日本語力も大切だと思います。ただ結構記録も今チェックリストみたいなのが多いので、結構日本語そんなに多く書かなくても記録としては出来上がるので、簡単にチェック入れるだけでみんなが分かるものが多くなってますね。いいですね。働きやすいですね。働きやすく。早番とか遅番とかもあるんですか？そうですね。やっぱり施設の特色にもよると思うんですけど、入居されてる方とかいるんであれば早番遅番ありますね。あと夜勤とか。夜勤。夜勤って大体何時から何時までなんですか？夜勤というか遅番になると思うんですけど、基本的には夜前に10時から朝の7時とか。10時から朝の7時。結構そういう感じかな。そうですね。なんか途中休憩とかもちろん休憩とか。そうなんですね。やっぱり夜勤の方が給料が高いとかそういうのはあるんですか？そうですね。やっぱり夜勤入っていただく方にはその分、深夜の手当とかついたりとか。なるほど。ちなみに深夜の手当ってどれぐらいになるんですか？基本的にちょっとなかなかそこは難しいところなんですけど、時給で考えると大体1時間1000円以上、1100円ぐらいかな、今東京でいうとだと思うんで、それの25%なんで1400円ぐらい。1400円ぐらいアップするんですね。じゃあ結構アップはしますね。時給1400円ぐらいかな。外国人介護士が一番大変なことって何ですか？そうですね。やっぱり言葉かな。
ただ働く分、介護業界で働っていく中で、中学生ぐらい、日本でいう中学生ぐらいの、日本語力があれば大丈夫かなとは思うんですけど、中学生ぐらいっていうと、例えばですますとか言えれば問題ない、はい、なるほど。生活はどうですか？そうですね、やっぱり生活が結構ちょっと慣れないと大変かもしれないですね、日本で。例えばどんなところが大変なんですか？そうですね、やっぱりこれは仕事にもつながることなんですけど、やっぱり結構古い、日本人の中でも古い考え方の方とかいるので、結構そういった日本の文化とか礼儀、マナーとか、うるさい人もやっぱり中にはいるので。なるほど。ちょっと古い考え方の人が外国の文化をあまり理解しない人もいる。例えばインドネシアの人ってなんかぶってますよね、ああいうのもちょっと理解できない人もいますよね。中には、そんなに多くはないと思うんですけど少ないです、はい、ほんと少ないと思いますけどね。もう昔の人なんでいるところもありますよね。今はやっぱりだいぶそういう考えの方はもうほとんどいなくなったんですけど、たまにです。いますね。じゃあ生活って例えば家賃とかそういうところって東京特に高いじゃないですか、なんかどうなってるんですか？どうなってるやっぱそうですね、やっぱ東京とかだとやっぱ家賃高いですよね。高い。実際給料はどのぐらいですか？給料は多分いろんな介護の施設っていろんなタイプがあると思うんですけど、結構老人ホームとか、特別養護老人ホームみたいなものだと多分20万ぐらい20万ぐらい、20万ぐらいだとは思います。で手取りはいくらぐらいですか？夜勤とかも入っていけば多分15、6万ぐらいかな、最初は、一番最初の給料は15、6万円がお金でもらえます。3万円ぐらいは税金で国に納めます、あげますということです。で家賃、東京は特に6万円ぐらいしますよね、もし一人暮らしだったら。そしたら10万円残りました。で食費5万円なくなります。残り5万円、結構大変ですか？そうですね、やっぱり大変かもしれないですね。やっぱり家賃が大変ですよね。そうですね、やっぱりちょっと東京でも駅から離れたりとかすれば安いところもあると思うので、その辺をうまく探してもらうのが一番大変かもしれない。それとなんかシェアハウスみたいなの友達と一緒に住めばめちゃくちゃ安いですよね。そうですね、それはもちろん。だからもし友達とかいて一緒に住んでもいいなら多分安い、給料も東京の方が地方より高いですよね、給料は。もちろんそうですね、やっぱり。なんか部屋を借りてくれる施設はないんですか？田舎とか地方とかで。そうですね、寮みたいな。これはちょっと探さないとわからないんですけど、あんまり多くないとは思いますね、やっぱり。多くないけど、あるかもしれないっていうところですね。わかりました。今東京の人は電車とかバスとか使えばいいと思うんですけど、田舎ってすごい遠いですよね、家から施設まで。こういう人ってどうしてるんですか？そうですね、そういう日本の人でいうとやっぱり車で移動したりとか、自転車、バイクなんかで移動してる人が多いですかね。でも外国人の人は車買えないですよね、多分。そしたらどうしたらいいんですか？そうするとやっぱ施設の近くに住んでいただいたりとかが多いのかなと思いますね。施設の近くで住んで、自転車とか使ってとか、買い物とかも買い物とかもそういった形になっちゃうかなと思います。なるほど。
だから都内とかの方がまあ働く分にはやっぱりおすすめかもしれないですね。時々こうなんだろう、職場の人が一緒に買い物に連れてってくれるって聞いたことあるんですけど、はい、でもそういうことも時々あるんですか？まあそうですね、まあ、施設の車とかがあればまあ、許可があれば使ったりすることもできるかもしれないですね。だから皆さん多分施設の人に一回聞いてみた方がいいですね。自分の家とスーパーが遠いです、どうしたらいいですか？そしたら多分いろいろ教えてくれると思います、あと健康保険ってもちろんありますよね。そうですね、もちろんありますね。怪我した時は必ず保険に入ってるから、まあそこまでお金は、アメリカみたいに高額にはならないですよね。よかったです。じゃあ一番まあ外国人の人だけじゃないんですけど、やっちゃいけないこと、やってはいけないことは何ですか？やっぱり嘘をつかないことですね。まあまあこれは生きていく上で、まあ、普通だと思うんですけど、やっぱりその業務、どういった状態かっていうのをやっぱり素直に答えていただくのと、なんだろう、あとは遅刻、まあ、時間を守ったりすることかな。特に日本は、日本は時間にうるさいので、厳しいので、はい。まあこの2つ守ってもらえれば大丈夫だと思うので、基本的に挨拶と挨拶ですね。時間と嘘をつかない。例えば嘘ってなんか今まで聞いた、まあ日本人も外国人も嘘ってどんな嘘がありました？そうですね、嘘って結構やっぱりまああんまりないんですけど、正直やっぱりその利用者さんがこう、なんだろう、言ってないようなことをやっぱ報告してしまったりとか、そういったことはやっぱりありますよね。まあそれはもう施設としてちょっと施設にやっぱり迷惑がかかってしまうので、信用もなくなりますよね、利用者さんの家族から、なるほど。はい、じゃあありがとうございました、じゃあちょっと最後に、これから日本の介護業界ってどうなると思いますか？あとそうですね、30年ぐらいはやっぱり介護の力が必要になってくるかなと思います。やっぱり今ちょうどまあ第一次ベビーブームっていうの人たちがちょうど後期高齢者になられたので、まあそのジュニアの人たちがあと20年30年後にまた高齢者になってしまうので、より介護の人材が必要になってきます。なのでまあ皆さんの力が必要になってくるとは僕は思っております。確かにそうですよね。まあ今日本が少子高齢化ですけど、多分皆さんの国もそのうちどんどんおじいちゃんおばあちゃんが増えると思うので、その時にね、日本の介護の技術っていうのは役に立つと思います。それではカズさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。